こんにちは、歯科医師のキャロルです。今日は口内炎を早く効果的に治す方法を紹介します。口内炎がなかなか治らない。歯医者さんで塗り薬をもらい、一旦治ったけどまた再発したという経験はないですか？口の中は感覚が鋭いので、舌や唇の内側、歯茎などに口内炎ができると、痛いし染みるし辛いですよね。1週間から2週間程度で治るとはいえ、痛みがあると長く感じ嫌なものです。実は口内炎になりやすい方にはある特徴があるのですが、それを知らずに損をしている方も多いです。そこで今回は口内炎を早く効果的に治す方法について解説していきます。この動画を見ると口内炎を最速で治す方法がわかります。また、口内炎ができにくくなる方法についてもわかるようになりますので、口内炎がなかなか治らない方や、しつこく繰り返す口内炎に悩んでいる方は、ぜひ動画を最後までご覧になっていってください。このチャンネルでは、いびき、歯ぎしり、顎関節症など、歯医者さんに通っているのになかなか良くならない症状の改善法などについて発信しています。不規則な投稿になりますので、まだの方はお見逃しのないように今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。口内炎を早く効果的に治すには、口内炎の原因を知る必要があります。口内炎の主な原因は、免疫力の低下やストレス、栄養不足です。いわゆる口内炎の多くは、アフタ性口内炎と呼ばれるもので、口の中の粘膜にできる一般的な口内炎です。表面が白、もしくは黄色の膜で覆われ、周りが赤くなっている状態が特徴です。頬の内側や下、歯茎にできやすく、食事や会話の際に傷んだり染みたりして不快感を伴います。寝不足や疲れ気味、風邪気味の時には、免疫力が低下し、体内のビタミン B を大量消費します。また、現代人の食事は高カロリーにもかかわらず、栄養不足に陥りがちです。糖質やアルコール、カフェインの摂りすぎも体内のビタミン B を大量消費するので、結果として不足し、口内炎の原因になります。口内炎の原因をしたところで、口内炎を早く治す方法を今日は6つ紹介します。まず一つ目は塩水でうがいをすることです。ティースプーンに1杯の塩をマグカップのお湯に混ぜ、冷ましてからうがいをします。15秒間から30秒間くらい口の中をすすいで吐き出します。最初の数回は少し刺すような痛みがあることを覚えておいてください。2つ目は熱い食べ物、辛い食べ物、しょっぱいもの、糖質の多いものを避けることです。また、ポテトチップスやトーストのような食感の粗いものも避ける必要があります。これらのものは口内炎の治りを遅らせてしまうからです。3つ目は歯磨き粉に発泡剤が含まれてないものを使用することです。発泡剤の主な材料であるラウリル硫酸ナトリウムは粘膜の炎症を起こし治癒を遅らせます。歯磨きの時には口内炎の表面を刺激しないためにも柔らかい歯ブラシを使用するようにしてください。そして4つ目はカフェインやお酒、甘いものや喫煙を控え、ビタミン B 群を多く含む食品を積極的に摂ることです。例えば、カツオやマグロ、レバー、卵、ごま、納豆、豚肉、うなぎ、イワシやサバなどです。玉ねぎやニラと一緒に食べるとビタミン B1 の吸収を高めます。5つ目はこれらのことに加えサプリを併用することです。特に免疫が下がっている時には体内のビタミン C が不足している状態なのでビタミン C のサプリ、それから総合ビタミン B を飲むようにしてください。以前別の動画でもお話ししましたが、ビタミンの B は B1、B2、B6 とかいろいろあるんですけれども、別々に摂るとあまり効果を発揮しないんですね。ですので総合ビタミン B というサプリを取るようにしてください。それぞれのビタミン B がお互いに助け合って効果を高め合います。最後6つ目は患部を舌や手で触らないことです。これは口内炎の治りを遅くしてしまいます。口内炎の表面は痛いので気になるとは思うんですけれども、舌で触ったり指で触ったりすると治りを遅めてしまいます。最後におまけですが、根本的な解決にはなりませんが、治りを早めるお薬を2つ紹介します。1つ目はステロイドトローチです。歯医者さんで処方される口内炎用の軟膏にはステロイドが入っているものもあります。これらは炎症を抑え、痛みを軽減し、回復スピードを速めます。2つ目はクロールヘキシジンのマウスウォッシュです。非常に強い薬剤なので、使用後数時間、口の中に金属の味が残る可能性があります。ボトルのキャップの半分にクロールヘキシジンを入れ、残りの半分に水を入れて薄めるようにして使います。これらの薬品は体の中の細菌層のバランスを崩す可能性があるので、使用する際は症状が軽減するまでに限定して使うようにしてください。歯医者さんで処方された口内炎用のちっちゃいチューブに入った軟膏を唇と皮膚のここの
境界にできたブツブツ、水ぶくれにつけてもいいですかっていうご質問をいただくことがあります。もしその水ぶくれが口唇ヘルペスであった場合、口内炎用のお薬をつけると悪化する危険性があるので、皮膚科で見てもらうようにしてください。そして今日紹介した内容をすべて試して2週間経っても治らない場合は、自己判断せずすぐに病院を受診してください。今日は口内炎を早く効果的に治す方法について解説しました。具体的には塩水でのうがい、糖質の多いものを避ける、歯磨き粉にラウリル硫酸ナトリウムが入っていないものを使用する、甘いもの、カフェイン、酒、喫煙を控え、ビタミン B 群を多く含む食品を積極的に摂る、サプリを併用する、舌や指で患部を触らないの6つを紹介しました。今、口内炎がなかなか良くならず悩んでいる方は、今日の動画をぜひ参考にしてください。また、今日紹介した方法を試してみた感想をコメントでシェアすることも忘れないでくださいね。この動画を閉じる前に高評価とチャンネル登録もしていっていただけたらとっても嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。See you soon!